基本の考え方としてはゲームプランがあってエンドプランがあってフェスレイをもとにショットを決めますよっていうお話でしたが、例えばもう序盤でアイスを読めている場合っていうのがあります。例えばもうその大会がそのシートでは2試合目だったり3試合目だったりってなると、もうアイスとしてはある程度安定して読めているので、もう1エンド目からしっかり仕掛けて様子を見ることなく攻めていくっていうパターンももちろんあります。ただ気をつけなければいけないのは、やはり自分たちの先ほど言ったアビリティですね、能力がしっかりあるのかどうかっていうのはもちろん大事なので、そこでしっかりと序盤から攻めていけるかどうかっていうのを決めるべきかとは思います。そして5点6点アップしているよ、5点6点ダウンしているよっていう点差が大量についている時は、セオリー通りに戦っていては10エンド目に勝ち切るっていうことが難しくなってくるので、じゃあ例えばマイエンドスチールをしなきゃいけないとか、マイエンド綺麗な展開でもいけるよねっていう形があるので、そうなってきた場合はたくさん負けてる時はやっぱりガードをいっぱい置いておきたいですし、たくさん勝っている時はハウスの中、もしくはもう石さえもいらないよねっていう時はもうリードの1投目からスルーをしたりしてですね、石もない展開にしたりして、大量得点がついている時の展開っていうのは今まで話したエンドプランだったりゲームプランに、必ずしものっとっているわけではありません。さらにはですね、例えばあまり怒ってはほしくないんですけれども、ゴミが噛んでしまってそのショットが無効になってしまったり、味方チームがスイープしていた時に石にタッチストンしてしまった場合、これも取り除くっていうのがカーリング精神にのっとった、やり方になるので、そういう時は8投8投で戦ってはいるんですけれども、石がね一つ無効になるっていうことは8投対7投になる展開になるので、展開としては非常に有利な展開、相手がこうやってつけに来るよねっていうような時に、例えばこれがゴミが噛んでしまって無効になりましたっていう時なんかはチャンスが来たっていうことで、じゃあもう一回しっかり自分たちがいい形に持っていけると非常に有利に進められることもあります。例えばそして最後ですね、例えばもう本当に単なるシンプルなスキップの先行の最後のショット、これを、ね、弾き飛ばせばイージーなテイクだったのが、例えばこれがタッチストーンをしてしまって無効になってしまいましたってなった場合に、本来だったら高校としてはブランクエンドでしょうがないよねって言ってたのが、もう簡単に2点を取れる展開っていうのにもなったりするので、もちろんねいつでもタッチストーンだったりゴミが噛むっていうことは起こってはいけないんですけれども、どのショットももちろんそうなんですけれども、よりね大事なショットになるとクリーンの声もでっかくなったりします。なので石の前をこうきれいにしていくっていうのもすごく大事で、やっぱりゴミはもうちょっとでも噛んだりして簡単に曲がってしまうので、このね石の前をクリーンにしていくっていうのはスイーパーの役割としては非常に大事になって